こんにちは、ズボラ模型と申します。今回はね、HG のギャンを作っていこうかなと思っております。このギャンなんですけど、実は大昔に一回組んでまして、で、組みのままでずっと放置されてたギャンがあったので、今回はこっちの方を使っていこうかなと。で、じゃあもう一個買ってあるのなんなんて話なんですけど、もう一個は武器をちょっともらおうかなと思っております。二刀流にしたくて。で、武器だけ取って、それ以外残ったギャンはまた別の感じで組もうかなと思っております。でですね、今回また組んだままで放置されてた、これ水星の魔女のベギルベウですね。足伸ばしたり、関節ちょっといじったりとかしてずっと放置されてて、でこれプラモあるあるやと思うんですけど、ちょっと改造とか仮組みしてまた今度塗ろうとかいじろうと思ってたやつなかなか完成しないじゃないですか。そのまんまジャンクパーツできとか結構ありがちじゃないですかなんで、ちょっと今回放置されててもったいないなと思ったので、このベギルベウとギャンをミキシングしようかなと。この丸いのとかほらもうギャンにしてくれと言わんばかりの、てかもう令和のギャンやろこいつは。なんか後継機もギャンっぽかったでしょ。実は水星そんなにゼロ話しか見てないですけどなんか何やったっけ、ミカエリスとかすげえギャンっぽいし、いけんじゃないかなって感じで、ミキシングを進めていこうかなと思います。で、僕はこういうミキシングの作業ってかなり行き当たりばったりでやってまして、とにかくいじってみて、組み合わせてみて、いい感じになればいいなって感じでやっております。丸いなんとかポット、何やったっけ、なんとかポットなんですけど、これをギャンの方にしてみようっていうのはまず、最初に思いついた大きい要素で、そのベギルベウの体、かなり延長してるんで結構変わってはいるんですけど、この細い体にギャンのパーツを取り付けていって、細めのギャンに見えるように作っていこうかなという感じで進めていってます。で、適当にとりあえずパチパチつけてみたらこんな感じになりましたよと。意外とね、まとまったんですよね、割と。なんか、こういうバランスあるよね、みたいな。割と最近のロボットっぽいというか、最近のロボット、アニメのロボットっぽい感じになって、割といい感じやなということで進めていきましょう。で、もうこんな感じで、無理やりくっつけるためにもういろんなとこぶった切っていろんなとこ穴開けて、で、いろんなとこに軸刺してみたいな感じで、かなり無理やり、もう瞬着とかパテとかで、ガツガツ切ったはったしていく感じですね。で結構ね、やっぱ、この段階で、いけんじゃないみたいな。かなりいけそうな感じがして、で、武器を持たせると、ギャンやなっていう感じがかなりしてるので、結構自信が出てきたというか、いけそうやなという匂いはしてきております。いいっすね。スタイリッシュな感じがかなりしてきたので、この感じで進めていくんですが、ちょっとね、まとまりすぎたなっていう、なんか割と面白みはない感じになっちゃってるので、ベギルベウとかのパーツを使って、ちょっとオリジナリティというか、こんな感じで腕をね、増やしたいなという感じです。割とタワーンっていうんですか、腕が多いのすごい好きで、アシュラとかはそうですし、スターウォーズのグリーバス将軍とか、ああいうのが好きなんで、そういうイメージで作っていこうかなと思います。宇宙世紀のガンダムって意外と少ないよね、腕が多いって。なんかジオの隠し腕ぐらいしかちょっと思いつかないんですけど、あれかな、リットとかファンネルが出てきたから別に腕が多くてもそんな強くないやってなったんかな。そんなことを考えながら腕の接続をちょこちょこいじったりしてるわけなんですけど、この後ろ側に今映ってる後ろ側に腕をつけてる感じがちょうどよくまとまるかなという感じで、これで進めていきます。でこの感じでね、ちょっと飽き始めまして、
ちょっと飽きたからゲームしようみたいな普通になんかだいぶギャンを放置してまして、結構動画のアップ時間が空いたと思うんですけど、まあちょっとゲームやるかみたいな感じで遊んでたらですね、あれこれギャンじゃないみたいなエルデンリングの DLC とかやっててもめっちゃギャン出てくるんですよ。ギャンというか鎧着たやつ。でもね、やっぱ騎士がモチーフ、ギャンって騎士モチーフやと思うから、なんかね、割とこのギャンをディティールアップしようと思ったら鎧っぽくなるなって、まあゲームやってたら感じまして、あ、こういう方向性でいったらいいんじゃないかなと思いついた次第でありますと。ということで、30 Minutes Fantasy のクラスアップアーマー、ローザンパラディン、なんか騎士の素体みたいなやつに、鎧を着せていくみたいな商品ですね。このパーツをまあ全身に、騎士っぽい衣装を全身に散らすって感じで、取り付けていきました。この30 Minutes なんちゃらのシリーズ、これ一切通ってなかったんですけど、今回買ってみて、なんか改造パーツとしてすげえ面白いなって思いました。ロボットの方のシリーズもすごいガンプラと混ぜたら面白そうやなって思いましたね。おすすめのやつとかあったら教えてほしいです。で、これが襟の部分をちょっと作ろうかなということで、適当なジャンクパーツとベギルベイのパーツを合わせて、首周りを囲う、鎧のイメージで、取り付けていきました。これ白いのはほぼベギルベイのパーツですね。で、やっぱりね、頭の部分がギャンそのまんますぎて、ちょっとここも割とガラッと変えてみたいなと思いまして、これが、ギャンの、元々のギャンの膝の内側というか内部のパーツをパテで穴埋めして、それをちょっと整えたものになりますね。で、頭のパーツを削ってそれをかぶせるって感じで取り付けてみました。で、なんか他にもいろいろパーツくっついてるんですけど、これもジャンクパーツだったり、さっきの30 Minutes のパーツだったりで、シードのギャンシュトロームをちょっとイメージした形に寄せてみました。で、こうやってみると、そんなに悪くはないんですけど、やっぱり顔の十字、ケムール人みたいな顔の十字が入ってないとやっぱギャンっぽくないなということで、彫り直してみました。で、頭がちょっと大きすぎるかということでちょん切って、バランスを整えて、そこにまたモールドとか入れてあげた感じで、こんな感じでまとまりました。という感じで、現状ここまで来まして、色がすごいごちゃついていたので、一度ステサフを吹いてチェックしました。いいんじゃないかなと思います。こっからあとは、筋彫りとかでディティールアップしたり、細かいところの回収をやっていこうという感じですね。で、物合いがやっぱりいるなということで、ここに磁石を仕込みまして、ネオジム磁石ですね。で、それを寿屋のディティールアップパーツと磁石を接着したのをこんな感じでくっつくようにしてます。なんでこれで後から物合いが動かせるよっていう感じです。で、手首のパーツなんですけど、元々のギャンのこの手首めっちゃいいんですけど、右腕分しかついてないんですよ。なんで平手とかも含めて、バンダイのビルドハンドでしたっけ、あれに変えてます。で、細かく、筋彫りだったりディティールアップパーツ入れてって感じですね。で、これまたバンダイのオプションパーツで、これにね、こういうジョイント、関節用みたいなパーツが入ってるんで、それをめっちゃ汚いんですけど瞬着とかでガチガチに穴開けたり固めたりで、こういうジョイントを作って、この足の股関節ですね、ここがちょっと狭い、背を高くしたかったのと、横幅を広げて、力強い立ち姿になるようにしたかったので、この30 minutes から流用したサイドのアーマーのパーツがかなり大きいので、これに負けないように、これに沿うようなラインにできたらなという感じで広げてみました。
いい感じじゃないですかね。で、毎度毎度なんですが、焼き鳥の串打ちみたいな感じでパーツをひたすら軸に刺していって塗装に入ります。スーパージェラルミンと、適当なブラックを混ぜて作ったガンメタっぽい色を、アーマーの裏だったり関節部分に拭いていってます。で、結構ね、本体色をぐちゃぐちゃに混ぜたんですけど、EX ホワイトに、適当なグレーを混ぜて、全体的にね、サイド低めな感じ、メイドとサイドが低めな感じでやっていこうという感じで、こういう色を混ぜていって作っていってます。これがあれですね、白っぽい薄い水色っぽいメインの色と、でそこにさらに、濃い青色を混ぜていって、サイド低めのブルー、この2色がだいたいメインの色になってますね。で、ゴールドはスーパーリッチゴールドとスーパージェラルミンを混ぜて、これもまたサイド低めというか、シャンパンゴールドよりの、どっちかというとシルバーよりのゴールドにしてます。で、これ部分塗装に今回エナメルのグラファイトシルバーとかグラファイトゴールドを使ってみたんですけど、これがかなりいいですね。かなりギラギラした印象のシルバーで、個人的に好みっていう感じで、これからも使っていこうかなと思います。エナメルで部分塗装をしたので、墨入れの前にクリアコートをしたいなということで、先にデカール張りに行っちゃおうと思います。で、今回このツィマット社製のロゴがついてるデカールを買ってきました。ズダとかギャンとかドムを作ってる会社ですね。で、イグルーのヨーツンヘイム隊のデカールもついてて、ちょっと迷ったんですよね。ヨーツンヘイムに送られたギャンってのもありかなとは思ったんですけど、貼るとこなくてちょっとやめときました。で、これレッドチップですね。貼れそうなところにとりあえず貼っていって情報量を増していくっていう感じです。で、ここで一旦クリアを吹こうということで、ちょっとクリアにこのピカエースのクリスタルパールを混ぜてみようかなと。完全に見た目がアウトで、すっきりする粉みたいなんですけど、YouTube の AI 大丈夫かな？バンされへんかな？これを混ぜたら、綺麗な感じになるんで、クリアに混ぜて拭いていきます。これ、モノアイですね。UV レジンで、表面を覆ってあげて、こういうキュルンとした感じの見た目になりました。で、そこにショーアップのスプーキールミノカラーですね。ディスティニーに使ったやつで、モノアイがグポーンってなるようにして、実体験もヒートソードにしようと思って塗ってます。結構ね、このヒートソード、ヒートホークとか、これ塗るのありやなって思いました。いやー、そんなこんなでようやく完成なんですけど、制作時間自体はそんなに大したことないんですよね。こうやって動画にしたら意外と短くなったなという感じで、制作期間がすごく長くて、行き当たりばったりになってしまったなと。もうちょっとね、最初にここはこうやっていこうって、設計図じゃないですけどね、考えていって進めていった方がいいかなと思います。コンスタントにやっぱり動画出していきたいなと。そういえばね、登録者数が1000人超えまして、それもあって、どんどん動画出していければなと思ってます。いやー、かなりね、見ていただけるのはやっぱり嬉しいので、というかですね、今まで実は、チャンネル登録、高評価お願いしますってね、言ってなかったんですよ。なんか変な意地で。なんか1000人超えるまでは言わんとこうみたいな謎のこだわりがあって。いやでもね、これからもう言っていこうと。どんどん言っていこうと。で、高評価されると、見てない人にどんどんやっぱおすすめされるらしいです。YouTube の仕組みで。なんで、高評価マジでしてほしい。というか忘れてた。シールドのシールドのレッドはスーパージェラルミン下地の GX クリアルージュの、キャンディー塗装に艶消しです。忘れてました、シールド。でだ。そう、高評価とチャンネル登録をお願いしますと。で、もうすでに、していただいてる方々には非常に、感謝しております。ありがとうございます。という感じでこれからも頑張っていこうと思うので、
まあそんな感じでギャンの完成を見ていってもらえればなと思います。いやー、あっちの世界線のギャンとか出てけえへんかな。